どうもです。ということで、今日もですね、川に来てるんですけども、前回の動画でですね、テナガエビを取っていたところですね、大ウナギが現れ。うなぎ嘘。余裕で取れるでしょと思って、びちゃびちゃになりながら行ったんですけど、まさかのね、逃げられてしまったということで。待てー、うわー。入ったっすけどね、一回入ったのに。昨日の昼間にですね、大ウナギの仕掛けを仕掛けときました。で、その動画は今からどうぞ。はい、ということで仕掛けといたんですけども、かかってるぞっていう連絡があったんで、ちょっと今見に来てます。もうちょっと、えぐいやつかかってますわ。はい。ちょっと見ましょうか。これ、でもちょっとさ、でかすぎん、これ。でかいよ、これ。今まで沖縄とかで何回も撮ってきたけど、このサイズは見たことない。島におるんや。でかいな。いつかかったかわかんないけど、1日半ぐらいね、かかってるんで、そんな、さすがに元気はないんじゃないかなと思うんですけど、島でこのサイズマジで見たことないんで、ちょっと気合い入れてやります。ちなみに沖縄の大ウナギは、もう言うたら良くないかもしれないですけど、ドブ臭いんですよ。本当にドブ臭いんですけど、島の大ウナギはね、どうなんやっていうところで、ちょっと味も気になるところですけど、ジャーキーにします？何にするか、ちょっと、決めきらないですけど、とりあえず、1週間泥抜き確定やな、こいつは。上がるかな、これ。泥抜き確定とか言っといて、逃げられたら飛び込むんで。ちょっとこれ、ここ見てください、ここ。でもこれわかんないか。これ結構マグロラインの65ぐらいで結構強いやつなんですけど、触ったらね、もうガッサガサなってるの。大暴れしたんやろうな。でかい。これ1メーターぐらいあるんじゃない？いや、でもこれ、こいつ疲れてるぞ、さては。でも暴れ出した。暴れ出してるけど、ちょっと網やった方がいい。網やった方がいい。結構バラしたら、すごい嫌なやつだぞ。これ、どうやってあげたらいいの？やばい。これ、いけるそのまま。いけた！はい、こちらがですね、昔、黄金伝説で、こするにこすられ続けた、大ウナギでございます。でかいな。このサイズは、今までで一番のサイズかもしれんな。力強っ。ウツボかよ。で、大ウナギのね、粘液には一応毒が含まれてると言われてますんで、あまり触らない方がいいですね。皆さん、大ウナギが釣れても、触って、そのまま、口とか舐めたらダメです。何かしらのタンパク質族があるって言われてるんでね。でも、釣れちゃったけど、大ウナギって、ほんまに美味しくないんですよ。福井さん、はい、料理人何年やってましたっけ？15年。15年やってましたよね。で、俺も YouTube、こいつ初めて出会ってから6年、7年経ってます。最高の味見つけようじゃありませんか。日本ではもう日本ウナギめちゃめちゃ利用されてますけども、こいつ実はめちゃめちゃ生息してるんですよ。でもこいつに価値がまだ見出されてない。俺たちの手で箸が止まらなくなるような最高の飯作りましょうよ。1週間泥抜きして考えましょう。こんなん釣れちゃったか。でかいな。いやー、こいつテナガエビ食ってでっかくなったんやろうな。あんだけテナガエビおったもんな。こいつがおらんかったらテナガエビも多分擦れてないんよ。その天敵がいなかったらテナガエビもあんな擦れてないはずだから。でかいな。はい、というわけでまさかの大ウナギゲットできましたということで、1週間ね、泥抜きをしました。今まで数々のね、大ウナギをね、沖縄で取ってきたんですけども、沖縄に取りに行くのってめちゃくちゃ大変なんですよ。沖永良部島から沖縄まで7時間フェリーかかるのに、そこに軽トラとクーラーとかブワーッ積んで、撮影機材ブワーッ積んでやってきてたんですけど、島にこんなでかいやつおるんかい。まさかのね、バカでかいよ。今までさばいた中で一番でかいんじゃないかな。で、今1週間泥抜けしてるんだけど、生きてるんで、はい、皆さん一緒にね、生きてるところを観察していきましょう。
結構でかくない？俺と比べてもかなりでかいよ。俺の拳と大体同じぐらいの顔してますね。まあサイズとしてはね、多分ね、80センチちょっとぐらいですね。で、ちなみにですね、このオオウナギちゃんはですね、こうやって触られたりとか刺激を受けるとですね、体の表面から毒のある粘液を出してきます。で、この粘液がですね、自分の口の中とかね、傷がある場所、粘膜についたりするとですね、非常に強い炎症が起きる可能性があります。ただ僕は怪我をしてないんで、こんな感じで触っております。可愛いですね。これふにゃふにゃしててね、可愛いんですよ。オオウナギはね、日本ウナギと違ってですね、なんかまだら模様があるんですよね。で、もう1週間も僕に隔離されてたんで、もう繊維は完全に失ってますね。全然懐いてはないけど。お、暴れ出した。そうやって暴れて、俺の口の中に粘液ぶち込んで、俺の腹壊させる気だろ。そんな魂胆、俺には通用しないからな。ということでですね、まあこのオオウナギね、かなり生命力ありますんで、締めるとき結構皆さん衝撃を受けると思います。ですので、一旦ね、氷締めします。で、そっからね、また観察を続けていきましょう。やべえ、脱出した。やばいやばい。まあ、俺から脱出できると思うね。こんな感じで変温動物なんで、冷たい水に入れると結構すぐにね、動かなくなります。ただまだまだね、元気ですね。で、この辺りで心臓が止まる前に血抜きをしていきます。はい。というわけで締め終わりました。こいつね、本当にね、パワーが半端ないですね。うなぎってここら辺にエラ穴があるから、エラ穴にこれ、指通して、左手でね、グッてやって、で、そっからバーンって包丁で、背骨ね、頸椎切ろうとしたんですけど、もう、ワニのローリング、ぐる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 ってこうやって、ぐる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 ってやられて、中指引きちぎられるかと思ったわ、これ。マジでパワー半端ない。めちゃめちゃ面白い映像、なんか、すごいパニックな映像だったんですけど、まさかの動画が撮れてませんでした。というわけでですね、早速、オオウナギ、観察していきましょう。さて、皆さん、オオウナギはですね、普通のウナギと比べまして、まだら模様、茶色い模様をしているんですけども、このカメラの状態ですと、黒褐色色に見えると思うんですけども、ちょっと人間の目で見えるぐらいの感じに今、カメラ合わせますんで、ちょっと眩しくなるかもしれませんが、ご容赦ください。ちょっと今、シャッタースピードを下げて、F 値を下げて、はい。こんな感じの色となっております。今ちょっと母親がいるんですけども、これちょっと見てみて。こんな感じの色してるよね。そうだね。でさっきまではこれだったけど、全然色違うでしょ。結構ね、黄色っぽい、黄土色っぽいね、茶色をしてるんですね。で、もう少しね、苔っぽい、黄緑色っぽい色もね、ちょっとあるんですけども、これはカメラのね、問題で映しきれてませんね。はい。後で編集することはできますけど、作り物っぽくなるのでやめましょう。そして、オオウナギはですね、ウナギとはどこが違うかと言いますと、先ほどのまだら模様もそうですし、そしてこの尻尾の先がですね、丸くなってるところもね、特徴的です。オオウナギといえばですね、海外のみんな知らないと思うんだけど、俺がね、小中学生の頃に黄金伝説っていうめちゃくちゃ面白い番組やってて、で、毎回ね、伝説の食材を取りに行くみたいな企画をずっとやっておりまして、で、西表島にね、毎年ね、いろんな芸人さん、若手芸人さんが大うなぎをね、取りに行ってたんで、結構みんなね、大うなぎといえば、沖縄だったりとか、西表島だったりとかを想像すると思うんですけども、大うなぎもですね、普通のうなぎと同じでして、卵で生まれてレプトキファルスっていう幼生の状態を経るんですね。つまり、ものすごい海流に乗ってこうやって日本の方に来て、で、そこで定着していくんで、四国とか九州、いろんな場所でこの大うなぎっていうのはね、実はいます。で、ちなみにですね、この大うなぎ、そしてうなぎ、アナゴ、ウツボ、こちらの生物はですね、血に血清毒があると言われております。うなぎの血清毒ってどのぐらい強いのかなと思って調べたんですよ。調べたところですね、たった1ミリリットルの血清毒で 20g のマウスを60匹から150匹殺してしまうほどのとてつもない毒が含まれているようです。なんで、結構な量をね、生で食べてしまったりすると、頭痛やおえつ、そして吐き気や痙攣、こういったね、結構重たい症状が出ます。ただ、
皆さん、ここで騙されてはいけません。ここで終わるのは情弱。情弱です。じゃあ人間やったら、どんぐらいのレベルで死ぬんっていう、60キロの人間で 1000ml ですよ。はい、皆さん。うなぎの血 1000ml 飲み切る。無理やん。って感じで、致死性のある毒とかね、いろいろ言われてますけども、なんか半生でさ、うなぎの白焼きとか焼いたりしてる場所とかあるけど、なんかあの辺はね、ギリギリ OK なんかなーって感じですね。ちなみに60度で5分加熱することで、この血清毒っていうのは無毒化されます。で、ここで皆さん気になるのは、マサルよ。そのうなぎの毒とか、大うなぎの毒とか、ウツボの毒ってなんなん教えてやこれ思うじゃないですか。解明されてません。僕、東京海洋大学っていうとこ行きましたけど、日本で海洋専門の大学って国立で一つしかないんですよ。一つやで。なんか北大の水産学部とかちょっとあるけどさ、海洋研究って全然予算が組み込まれてなくて、本当に未知の世界なんで、俺が文句を言うことで研究費が下りるといいなとか思ってます。シガテラの検査キット作れると思うんで、頑張れば。ほんまにね、毒ってね、海の知識調べてると、あれそんなことも研究されてないのみたいなことばっかりなんですよ。それはさておきですよ。はい。本日はですね、こちら、大うなぎをさばいていくんですけども、今までいろいろ試してみたんですけども、大うなぎ自体が鶏肉みたいな食感で香りが良くない。だから、もう揚げ物にするのがベストだと思ってるんですけども、沖永良部島の和泊町にあるイサリビのね、店長がですね、ウツボの干物の唐揚げっていうのをね、作って食べさせてくれたんですけど、それがめちゃくちゃうまかったんで、今日は大うなぎの干物の唐揚げ、こちらを作っていこうかなと思います。ということで早速、さばいていきましょう。はい、それでは塩かけていきます。で、ちなみにこのぬめりの方の毒も、結局、結構調べたんですけど、解明されてなくて、でも解明するのっていちいちやっぱお金がかかるんでしょうね。なるべく口に入らないようにお互い気をつけてやりましょう。この泡がぬめりなんですよ。あんまりやると塩味が入っちゃうとか言うんですけど、今回干物なんでマジで関係ないです。多分干物唐揚げにしてしまえば結構ね、長期保存食として食べれると思うんだよね。唐揚げしっかり美味しいし、大うなぎに旨味があるのかわかんない。切って冷凍しとけばしっかり食べれる代物になると思うんですよ。多分筋肉のナトリウムポンプとかが作動してなんか痙攣してますね。死後硬直の痙攣ではないですね。はい、そしたらですね、ある程度ぬめりが取れましたんで、包丁で頭を落としていきます。よいしょ。いやでもやっぱすごい筋肉ですよこれ。側筋の塊ですからね。赤みなんて全くない。パワーすごかったもん。お腹の中には何も入っていないでしょうが、っていうかぬめりがまだね取り切れてないですね。動きますね。なんかぬめって、魚が動くときはね、下にキッチンペーパー敷くといいです。で、お腹の中開いていきますけど、1週間ね、泥抜きしておりましたんで、特に何か入っているっていうことはしませんね、皆さん。この魚ってね、締めて10分、15分はね、普通に動きます。ちょっと皆さん慣れないかもしれませんが、お許しください。うわ、油、待って。大うなぎに脂が乗ってる。で、大うなぎみたいな形の魚、肛門よりね、後ろ、ここら辺ぐらいまでね、血合いだったりなんだったりが入ってますから、ここら辺ですね、すべて引っ張り出します。結構ね、全部一緒にぐちゃっとなってるんで、パワープレイですね。やっぱ大物個体になると、内臓と内臓が膜でつながるんですよ。餌が出て、釣り餌が、ちょっと、胆の潰しちゃったな。そこに胆のあったんか。で、油が取れないね。これ初めてのパターンだ。油が取れないですね。
うわ、これ油が全然取りづらい。どうなってるんだ、この油。おろしてから取りましょうかね。はい、ということで、一旦ね、普通にササラで綺麗にしてみたんですけど、この内臓脂肪なのかな、変な内臓脂肪がですね、取りづらいんで、一旦ね、背骨を外して、開いていこうと思います。入れていきますが、ぬめりが非常に強いので、絶対に手を切らないように細心の注意を払っていきましょう。くっそ、大うなぎの毒がしっかりと解明されていれば刺身で食うのにな。呼吸困難になるとか書いてあったらさすがにちょっとさ、ね、危険すぎるでしょ。ごめんよ、ビクビクさせてしもうて。すっげえ脂乗ってる。わかるかなこれ。またさっきの色味いじってみますか。すごいね、白いんですよ。白いのわかるかな。すごいね、白くてなんか緑っぽい薄緑のね油が乗ってるんですよ。ではこちら上半身の部分と言ったらいいのかな。ちょっと汚くしてしまいました。背骨の部分なんですけども、ものすごい動くから大暴れだよほんと。生き物を普段さばき慣れてる俺ですらちょっとなんか抵抗を感じるぐらい痙攣が激しいですね。なんでなんだろうな。やっぱ取れてから1時間ぐらい経ってからやればよかったな。閉めてから。経験です。いつも閉めてから結構時間経ってやったりしてました、正直。まさかこんなに生きが良いとは。ちょっと全体像が見える感じでいきますね。これよう芸人さんたち無人島っていうかあんな野外環境でさばいてたよな。めちゃめちゃむずいぞ。ここが背びれとつながってるところです。はい、そしたらあとはですね、僕が胆のうを潰してしまったところね、黄色い液がついてしまってるので、胆のうの部分をね、しっかり取っていこうと思います。ウツボみたいな身してるな。まあ胆のうがね、こんだけでかいっていうことは、本当に肉食魚で、いろんなね、動物を食べてるっていう証拠でもありますから、やはりあそこの主はこいつなんでしょうね。おそらくテナガエビもそうだし、グッピーだったりとか、あとはウシガエルもあそこいるんで、ウシガエル、大ウナギに抵抗できるものなんて、まあ、カメは食べれないかもしれないけど、天敵がいないですからね。ブクブク太ってますよ。はい、というわけで、開き終わりました。で、これね、見てもわかんないですけど、手で触っただけでも油がギットギトになって、もうなんか今カメラの三脚もなんかサラダ油に使ったんかなっていうぐらいぐっちゃぐちゃになってるんですけど、とにかく油がすごいです。干物にして唐揚げにしようっていう話でしたけど、普通に干物にした後に焼いて食べても美味しそうなんで、今からですね、干物を作っていきますんで、もちろん唐揚げもするんですけども、炭火焼きもやってみようと思います。それでは塩をまぶしていきましょう。かなり水っぽいんで、表1回、裏1回、とりあえずやってみます。さすがに動かなくなりましたね。俺、大うなぎね、絶対ね、ポテンシャルはあると思うんで、美味しく食べれると思うんですよ。よいしょっと。これで20分ぐらいかな。20分ぐらい置いときましょう。すごいね。まだ筋肉がピクピクしてるよ。もう1時間半ぐらい閉めてから時間が経ってるんだけど、もう全身がピクピクしてますね。カエルの足に塩をかけた時の反応と一緒でしょうね。油の辺もね、くまなくピクピクしてますよ。基本的にね、みんな肉とかさ、魚とか豚とか牛とか食ってるんだから、これに文句言うやつはマジで直接文句言いに来いって感じですね。ビーガンの人は文句言ってもいいよ。それではですね、まだ筋肉がピクピクしておりますが、30分は経ちました。では水分を拭き取っていこうと思います。
ものすごい水分やな、これ。キッチンペーパー1枚では全く足りんぞ、これ。魚の中の水っぽさでも、かなりトップレベルを争うんじゃないか。水分あんな多いのにめちゃめちゃ筋肉強いっていう。なんだこれ2回目ですね。まあ一夜干しをするときにね重要なことなんですけど、ある程度水分を抜くっていうのはもちろんなんですけど、ある程度塩分濃度を高めておかないと細菌が発生したり、虫がね卵を産みつけたりするんですね。ウが湧いたりするんですよ。なんで塩を当てることは結構大事なんですね。はい、というわけでですね、裏側行ってみましょうか。裏側でございます。裏側は塩が抜けるのか。では塩抜きをしていきます。さてどうなることやら。皮って筋肉じゃないのになんかピクピクしてるまだ。でこれでまだ20分ぐらい待っていきます。はい、それでは30分経過しました。これえぐい水の量出てますよ。皮からも水出るんですね。ではキッチンペーパーで拭いていきましょう。魚って皮からも水が出るって初めて知りました。大うなぎがなぜ美味しくないって言われてるかって言いますと、大うなぎはですね、うなぎと体の構造はほぼ一緒なんですけども、うなぎのサイズだと小骨なものがですね、大うなぎだと結構ねでかい骨になっちゃって、普通に食べようとすると骨だらけで食べれないんですね。はい、なんで薄切りにして炭火焼きしたりだとか、薄切りにして唐揚げにしたりとかするとおそらく美味しく食べれると思うんですよ。ちょっと今までどれだけまずい生物がいるのかっていうのを、僕は探求してきてたんですけども、どれだけまずい生物を美味しく食べれるのかというところにね、僕はフォーカスを当てていきたいなって思ってます。もう一発やっていきますか。くそー、もう一回や。30分待とう。じゃあ2回目でございますな。2回目でこの水の量えぐいな。これ普通に乾燥させてたら腐るよ。すっごいな水の量。この1時間半あまりにも暇だったんで、お酒飲んでたんで、私だいぶ酔っ払ってます。ごめんみんな、もう一回水抜きしないとこれは乾燥させても腐るわ。もう一回いきます。何回このシーン見るんやって話やな。ごめんなみんな。オーケー。まだまだ水分が出てきておりますが、こんな水分を含んだ魚はなかなかいないですね。とりあえず拭いていきましょう。でもうこれで一旦終わりです。一旦終わって、で除湿機が私持ってますんで、除湿機をガンガンに効かせた部屋で1日ですね乾燥させて、そこから食べてみようかなと思います。はい。どんな感じにするかっていうと、ハンガーにくくりつけるって感じですよね。これはどうなんだ。なんか大うなぎここまで水が抜けると美味しそうにも見えてきた。そんなにねやばい毒じゃないんで、一瞬ちょっと吐き出しますけど味わってみます。なるほどね。今までいろんな魚の刺身味わったことあるんですけど、ゼリーみたいでした。乾燥させていきましょう。はい、ということでですね、大うなぎの水分を抜き終わったんですけども、雨なんよーっていうことで、昔ねバナナを吊り下げていたフックがあります。天井にこのフックに吊り下げようと思います。汚いとかそういう話は一切受け入れません。だったらサバイバル動画の時の方がよっぽど汚ねえだろうが。完成です。なんかさ、天日干しで考えたから天日干しはうまそうやなっていうすごい気持ちだったんだけど、室内干しってなんかすごい嫌な気持ちだね。ちなみにエアコンが2つあって除湿機も持ってきましたんで、はい、エアコンガンガンに効かせて除湿して1日か2日待ちましょう。というわけで待っていく。暖房マックス、そして加湿、じゃない除湿、そして除湿。こっから乾燥した風が大うなぎに当たります。これうまいんかほんまに。でも匂いはね全くしないんよ。すごい特級呪物を作り出したかもしれない。大丈夫か。うわすげえなこれ。はい、というわけで完成しました。でこれすごいのがね、ドアップで見てほしいんですけど、表面にですね液体が浮いてきているんですよ。でこれね
れ触ってみますと、これ見てわかるでしょ？ほら、ハンドクリームみたいになる。油なんだよね。魚の。大うなぎの油がめっちゃ出てますね。で、頭の方はですね、そこまで油が乗ってなさそうなんですけども、頭より後ろはですね、すごいですよ、油これ。ギットギトです。反対側、皮はどうなってるんでしょうね。うわーすげえな、これ。食べれんのか、これ。うわ、皮剥いでからやった方がよかったかもな。皮硬すぎて食べれないかもね。はい、というわけで、大うなぎの干物が完成しましたね。これは、なかなか作ったことある人いないんじゃないでしょうか。匂いがね、これないのよ。マジで全然匂いがなくて、味が全く想像できません。で、今回ですね、これを唐揚げと、そして普通に焼いて食べてみようと思います。はい。これ美味しかったら大うなぎ革命起きるんじゃない？はい、それではですね、切っていこうと思います。まあ、大うなぎの特徴なんですけど、普通うなぎってね、小骨があるじゃないですか。あれって、うなぎが小さいんで気にならないんですけども、大うなぎはですね、普通に小骨じゃなくて大骨っていうレベルで入ってますんで、まあこういう感じでかなり薄く、骨まみれでね、全然食べれないんですよ。まあ食べれることはないですけども、まあ非常にね、不愉快な食感になっています。まあこのぐらいの2ミリぐらいの薄さでカットしますと、まあ骨がそんなに気にならずにね、食べれます。ハモの骨切りと同じ要領ですね。今日はこのぐらいでいいだろうと言いたいところなんですが、やはりこのね、油が異常に乗ってる場所もね、しっかり食べていきましょう。川魚ね、全然扱ったことないんで、初な経験なんですけど。もう包丁が切れなくなってきた。よし。いいかな。で、こちらの塊はですね、保存食になりましたので、冷凍庫で眠らせておこうと思います。まあ、いつかのタイミングで出てくるかもしれません。さて、こちらがですね、あまり油が乗ってなかった頭部の方でして、そして、こちらがですね、かなり油が乗ってるお腹の方の身ですね。なんかこう見るとね、すっごい熟成させた刺身みたいにも見えるんですけども、これの味、全く想像つきませんね。結構塩振ってたんで、塩抜きをしようかなと思ってたんですけども、思ったよりね、水分量がね、あるんですよ。表面に油が、かなり油を含んでたんで、表面に油がコーティングされて、中身の水分がそんなに飛ばなかったんじゃないかなと思います。はい。で、この油が乗ってる方をですね、炭火焼きにしまして、油が乗ってない頭の方をですね、唐揚げにしていこうと思います。着火セット。油もう入っています。やばい、入れるシーン撮れてなかった。意外と水分量があって、やばい、めっちゃバチバチしてる。どうしよう。大丈夫か？大丈夫そうだな。ごめん、みんな入れるシーン撮れてなかった。カリカリにさせたいけど、なんかカリカリにならないな。とりあえずしっとりしてる状態でも取り出していきましょう。なんかパリパリの方が俺美味しいと思うんで、この水蒸気バリバリに飛ばして、パリパリ大うなぎも作っていきましょう。まあ、よくね、小魚ね、アジの骨とかね、アジの背骨とか唐揚げにして食べるときに指標となるのがですね、この水蒸気、この泡が立たなくなったらパリッパリになってるっていうサインなんですけど、結構まだね、これ水蒸気が出てるんで、そこまでパリパリじゃないんです。まあ、もうちょっと水蒸気が出なくなってから取り出していきましょうか。はい、かなり水蒸気出なくなってきたんで、これ取り出していきます。お、うまそう。これ大うなぎって言われなかったらもうマジわかんないよね。でもさっきと全然違うな、やっぱり。はい、というわけで唐揚げパリパリバージョン、しっとりバージョン、2種類が完成。ここから炭火焼きを作っていきます。はい、というわけで七輪を用意しました。じゃあね、置いていきましょうよ。油が滴ってるシーン撮りたいね。ジューって感じしてきてますね。やっぱ油すごいわ。だって、全然この網にひっつかないもん。いや、めちゃくちゃいい感じじゃん。で、これ大うなぎの油がうまいのかどうかで結局変わってくるのよ。魚ってなんか油が妙に美味しくないやつがあるんですよ、時々。めちゃくちゃうまそうじゃん。はい、というわけで完成しました。いただきます。大うなぎ。まあ、今回はね、さすがに酒のあてでしょということで、発泡酒をね、1本用意しております。乾杯。はい、それではまずは、炭火焼きからいっていきましょう。川魚、干物ってあんまり聞かないイメージがあるんですけど、どうなんでしょうね。とりあえず食べてみましょう。
あ、これやばいね。これは、大変興味深い味がしますね。ちょっと一旦ビール飲もう。今まで、大うなぎ料理してきて、醤油唐揚げ作った時が、普通に美味しいぐらいのレベルまでいったんですけども、これは30点ですね。なんか口の中にカエルが入ってきたんかと思いました。骨切りしてるんですけども、やっぱりなんか乾燥させてるからかわかんないんだけど、骨が口の中にめっちゃ刺さってくる。皮がすごいブニブニだから、カエルとか両生類の皮膚を連想させるような、なんかグニュグニュ感がありまして、油の味はどんな感じかって言いますと、皮の味や、皮ってリバーね。皮の底の匂い、味がするな。でも泥抜きめっちゃしたし、泥抜きが足りてないんだろうね。今回1週間したんですけど、本来は2週間、まあ10日とかした方がいいんだろうね。これは、すごいな。お母様に食べさせてみてもいいか食べさせていらん。な。カリカリの唐揚げはまだ美味しいかもしれない。カリカリの唐揚げこの焼いてるやつやばい。また食べますよ。ここ味全然違う。何これ。さっきは、なんか、ドブが口の中に入ってきたみたいな味がしたんですけど、今食べた場所は、本当に焼いたサーモンって感じ。皮パリッパリに焼いた油が乗ったサーモンを今食べたような感じがしました。サーモンみたいな味がする部位もあるんや。1個ぐらいいってみていい？なんか塩鮭みたいな感じ。そうか、たまたま食った場所が非常にまずかったのかも。うん。これ大うなぎって言わなかったら分からんかも。待ってよ。多分ね、1個目の場所腐ってたわ。水が抜けきれてない場所結構あったじゃないですか。多分1個目の場所腐ってますね。はい。ごめんなさい。腐ってるものレビューしてました。これ全然美味しいわ。美味しい川魚って感じ。干物っていうか、まあ、塩鮭。塩につけた鮭を食べてる感じ。多分ご飯のおにぎりの具材とかに入れたら美味しいと思う。2個目食べてよかったわ。そうか。腐ってるかどうかチェック毎回しないとダメだね。でもこれ先に合いますね。もしかしたらこれ大うなぎポテンシャルえぐいかもしれない。ただ扱いが難易度 S ですね。もうそもそも血に毒がありますし、めちゃめちゃ息がいいですし、場所によって全然味が違うし、むずいなこれ。骨切りもしないといけないし。では、普通のちょっと柔らかめに揚げた唐揚げ、こちらをね、食べていきましょう。これうまいわ。これめっちゃ美味しいよ。これは皮ごといける。これめっちゃうまい。ちょっとしょっ辛いけど。でも元を知ってるからなんとなく生臭いような気がしてしまう。臭くないんだけど。最初のコーヒー牛乳みたいな泥入ってたからね。いやー、これ大うなぎ全然可能性あるよ。で、油が臭いと思ってたし、油に旨味がないんだろうなと思ってたんですけど、ほんと、川魚特有、鮭の油とすごい近い味がしますね。海の魚の味ではない。鮭なんて海でも泳いでるやないかい言われるかもしれませんけども、大うなぎもな、すっごい南の海からね、北上しまして、そっから川まで来て、居ついてるわけですから。海も経験する魚ですからね。これは、大うなぎ、うまい。冷凍しといてよかったわ。そして、大うなぎ、パリパリ揚げでございます。辛いな、これは。これは辛い。塩が凝縮しすぎて辛いわ。これ柔らかく唐揚げにするか、もうちょっと塩薄めで干した方がいいですね。これ、母さん好きだと思う。骨せんべいとか好きだったよ。これもう骨せんべいに塩かけすぎたやつよ。塩だらみたいな。みんな知らんかもしれない。あれ辛いよね。洗って食べる。塩分がね、ちょっと濃すぎるね。一旦塩抜いて、水で一旦戻して、で、そっから、そんなにね、アミノ酸系の味はほとんど感じないんで、別に水で戻して、塩ちょっと抜いてみて、そこから唐揚げにしたりとかすると、またより美味しくなるでしょうね。これ、大うなぎの新しい側面、ちょっと今回発見できて、嬉しいですね。っていうかなんかこの大うなぎで骨せんべいできるんやったら多分全ての臭い魚克服できるんじゃないかってちょっと思ってます。はい。なんでかっていうと、その臭いものって気化して鼻で吸って、で鼻で感じるわけじゃないですか。だから気化しやすい物質が臭いんですよ。で、唐揚げでもう水分なくなるまでバカバカ揚げてしまえばどんな臭い魚でも食べれるんじゃないかな。ちょっと今度、相棒でやってみようかな。最強に臭い魚 VS 最強に臭みを取る調理法。これおもろいかもしれんな。さて、それでは、ごちそうさまでした。いや、やっぱりね、大うなぎしろ、いろんな魚にしろ、料理によって全然味が違うんで、毎回ね、面白いですね。ちょっとこんなこと言ったら冷めるかもしれないんですけども、チャット GPT とかにレシピ
作ってください言うたら、レシピ提案してくれる。その中から選んだりとかもしてて今まで俺は唐揚げしかできなかったんだけど、レシピ無限にできるようになりますからね。いろんな魚をいろんな調理方法で食べていけたらね、面白いかなと思っております。はい、ということで、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それでは、皆様、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。3月からですね、YouTube を本格的に再開しまして、マグロジャーキーも動画が出してなかった時よりは売れるだろうと思って、それなりに準備してたんですけども、まさかの、即完売ということで、皆様たくさんご購入いただき、本当に、ありがとうございます。普段だったらですね、2週間もあれば再販できる生産体制を整えてるんですけども、まさかのですね、原料のキハダマグロがですね、めちゃくちゃ不良でして、いつマグロジャーキーのオリジナル味再販できるんだろうっていう見通しが立てない状況だったんですけども、なんとかですね、キハダマグロ買い付けることができまして、4月25日19時から再販することが決定しました。はい。そしてですね、これだけ待たせてしまって、もう本当に申し訳ないんで、今回もですね、4月25日からですね、割引イベントを含め、いろいろやっていこうと思っておりますので、ぜひぜひお楽しみにしておいてください。どうしてもマグロジャーキーが欲しいという方はですね、Amazon ならまだ買えます。はい。そしてですね、今4月10日のですね、朝5時なんですけども、飛行機に乗る直前に今撮ってるんですけど、4月、5月はですね、巨大魚がですね、浅瀬に上がってくる、浅瀬って言っても水深20メーターから30メーター、俺らがギリ、素潜り届くレベルなんだけど、そいつらがやってくると。で、まだ、俺は水中時の技量が高くなくて、それがなかなか取れてなかったんですけど、今年こそはということで、肉体も精神も万全に、今整えて、見るからに元気じゃないですか。皆さんに、こんな巨大魚って素潜りで取れんのかみたいな。そんな映像をね、皆様にね、見せられたらなと思っております。そしてですね、今まで水中映像だったりとか、せっかく沖永良部島ってめちゃめちゃ綺麗な島なのに、そういうところを届けられてなかったなって、もうキッチンの中だけで撮影するのに逃げてたなって思ったんで、もうカメラもね、もうしっかりとこの2ヶ月で勉強して、綺麗な映像を撮れるように準備をしております。今まで魚さばき、メインの動画ばっかりでしたけど、夏を先取りできるようなチャンネルにね、していこうかなと思っております。編集とか含めると4月25日ぐらいからバンバン動画出せるような感じになると思いますので、みんな、楽しみにしといてくれ。ということで、それでは、